つやや。最初から何かつけて食べるなんてマナー違反。ブヒブヒ。ヤンニョム豚足。最初は甘さを感じる。その後、炭火の味が広がる。これずっと食べてるとめちゃくちゃ辛くなるやつ。ブヒブヒ。おもむろにグラスにきつねちゃん。여기서 좀 있어야 돼요. 너슨, 너더슨, 히라이. ここでは今日の俺の包容力が試されている。パラパラと緑が舞う。韓国ソウル。地下鉄。三輪駅。着いた着いた。見渡す限りオフィスビルの壁。もう夏本番。ここまで来ただけでシャツが濡れてまう。さて、今日行くところはこっち。ビルばっかで余計に熱がこもってる気がする。出てった水分も料理と一緒に補給せんとな。ということで三輪の街をこっちわさびが今日も行く。2番出口を出てまっすぐ。椅子が捨てられてんのか？置かれてるだけなんか？ここに座ったら豚足より先に干からびてまう。先を急ごう。今度は何や？赤い塔みたいなオブジェが縦に3兄弟。なんやろこれ。パッと見芸術作品っぽいねんけど。ドリームゲート。熱すぎてついに見えてもうたんか。俺の目の前に天国へのドリームゲートが現れたってことか？汗こり。俺は天国よりも味の道を選ぶ。駅から5分ほど歩いてくると路地が見え始める。ここを左に入っていく。あらだ。俺は冷たいあいつをパラゴ行った。言葉遊び好きやなみんな。まっくりね。この辺言葉遊びで競争してる。店名通り体は惹かれる。せやけど今日吸い込まれるんはその先や。着いた。早くもっこし。오늘은 내 두 손은 앞발이 되어버린다. 今日のお店はポンナムジェイン。2005年から続く江南ではかなり有名な豚足専門店。俺見えるかな？店内にはお持ち帰り用の袋がぎょうさん用意されてる。早めに入らんと混み出すからね。ブレイクタイム明け一番乗りしたんやけど、案内されたんは地下。階段を降りて今度こそ入店です。店内涼しすぎる。このまま住み着いてもええぐらい。そうそう、この店の注文は初めての人にも外国人にも優しいタッチパネル。基本的にメニューは盛り合わせ、普通の豚足、ヤンニョム豚足、それぞれ中大特大がある。盛り合わせはハーフ&ハーフの豚足なので、盛り合わせの中をポチ。そして次はサイドも見ていく。ここのヤンニョム豚足、俺の記憶が確かならば結構辛めなんよ。なのでケランチンポチで水分補給。今日はどうしようかな。ちょっと浮気心が出てしまう。セロポチ。9本の尻尾が生えてきた。ってことで注文完了。店内は結構広い。開店と同時に入ってきたから空いてるけど、晩飯時には仕事終わりの人たちでいっぱいになる。そんな時準備してくださった基本のおかずはキムチ、ムセンチェ、もやしスープ、サンチュ、ニンニク、セウジョとサムジャン、そしてニラ。いくつかのおかずはこのセルフコーナーでおかわりも可能。健康と美容、このお店の使命やって。できた。久々のキュービのキツネちゃん。視線を送ったらぐる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 。この中で渦を作るのは俺の使命やで。ローリング。その尻尾に巻きつかれて逃げ出すことはできなくなりそう。
ほんまに外は暑かった。くふ夏の体に一発正拳突き。西ビーク、捨てともつかぬ道の椅子。ありがとうございます。もやしだけをふんだんにつかみ上げてパクリ。冷たいんかと思ったらそうではなかった。でも味はびっくりするほど優しい。もう少し水分補給。このもやしスープは後で逃げ道になってくれる。キムチにも手が伸びる。見た目、色してんのよね。口に入れるとシャキシャキした歯ごたえの後にほんのり甘さを感じる。尻尾がビュンビュン振られる。尻尾くるくるって振られて俺の体にずっと当たってるから。同時にお箸まで持ち上げる。計画的に食事を遂行していく。一杯入れたら即キムチ。もう一枚だけ口に入れる。その食感を味わう間もなく向こうから運ばれてきた。今日やっぱり俺の両手は前足に大変身かも。ブヒブヒ。つやや。真ん中にはでかい骨がどっしり座ってる。まずはプレーンの豚足。最初から何かつけて食べるなんてマナー違反。口の中に入り噛もうとは思ってた。でもその前に皮の部分がドランと姿を消していく。溶けた。全く豚の嫌な匂いもしない。チロッと確認するが、まだ早い。ヤンニョンも一口食べてからや。そこまで色は赤くない。お肉を確保。赤くないからといって辛くないとは限らない。口に入れると最初は甘さを感じる。その後、炭火の味が広がる。そこでわかる。これずっと食べてるとめちゃくちゃ辛くなるやつ。そんな先を見越してここでナースが登場。豚足に限らず、韓国では辛いメニューの時にはケランチムというナースが駆けつけてくれる。黙々と湯気をまとってナース到着。ふうふう。助けてくれるケランチムが逆に攻撃してくる可能性もある。最初やから辛さはまだ耐えれる程度やけど、ひとまず治療。やっべ。前進も後進もできない状態。無理やりの治療は暑さで辛さが倍増。結局はこのキツネちゃんが俺のお世話をしてくれる。ヒーラーコンコン。辛さと暑さでやられた口にいっぱい流し込む。暑かった。そんなに辛いの分かってて頼むのはアホやと思うやん。でも何回か来れば分かる。寂しいね。プレーン豚足がセウジョで跳ねる。ビヨーン。バウンドを利用して下から包み込んであげる。漢方風の味付けが広がる中、コラーゲンの連続攻撃が口の中を完全制圧。すかさず緑のアクセント、ニラを添える。この交互作戦、だいぶ具合がええ。辛くてもこの炭火の香りと戯れたい。そんな欲望が箸を行ったり来たりさせる。この辛さがないと日常は変わらぬままの退屈さえ。すぐさまもやしスープが援護射撃に入る。暴れる胃袋に心地よく染み渡る。もやしの強めの食感が噛んでる間に治療。これはなんや。最初アルタリキムチかと思ったけど、そんなことあるかい。なんで豚足の中に入ってんねん。
と心の中で突っ込みながらも肉の繊維を感じ始める。辛さはほんまに人によって感じ方ちゃうと思うけど、俺には辛ラーメンより辛く感じる。笑ってしまう。なぜか辛いからや。息は荒くなる。そんな時はすかさずケランチン。口の中はマイルドに、俺の心もマイルドに。おもむろにグラスにキツネちゃん。여기서 좀見せやでよ。緑の葉っぱを1枚。2枚。大地の子孫を手の中で広げていく。選手は交代。プレーンの豚足を、皮が外れてもうたけどそのまま。ドスン。未練タラタラで皮の部分。ドドスン。そしてここにはニンニクも。三ジャンで外出準備。平井。ここでは今日の俺の包容力が試されている。ニラ。パラパラと緑が舞う。韓国の食卓は先に答えを置いといてくれる。こうやって食べるとうまいんやと。入れる前からもう口が開いてもうた。でも忘れてはいない。待っててくれたグラスが急接近。豚足の匂いに噛みつく勢いで、キュウビのキツネは体内に入っていく。大きくパクリ。豚足の風味にニンニクの香ばしさ。そこへニラのアクセント。油っぽさはサンチュが受け止めてくれる。ハーモニー全開。ここも交互にいかんと。ヤンニョム豚足。お肉の部分もドドスン。ここには欠かせないニラ。どちらかというとさっきよりも落ち着いている。これでサムは完成。さっきはキツネちゃんの道案内があった。今回はケランチンが案内してくれるらしい。これで口の中を事前バリア。優しさの保護フィルムを貼ったら一気にサムを入れていく。少しニラが押し戻されてきたけど、もう一回押し戻す。こうすると辛さもかなりマシにはなる。このヤンニョムはグラスを引き寄せてしまう。プレーン豚足だけやと油っぽくなるからね。無線チェも使う。シャキッとリセット。皿の上、結構残ってるように見えるけどそうでもない。こうやって大物の豚足が残ってるからや。この足の部分、骨には気をつけんとあかんけど、何より食べにくい。でも食べたらうまいのも知ってる。だからかぶりつく。歯で骨の存在を確認しながら、プルプルコラーゲンを噛んでいく。この辺の味付けは皮が多いから濃く味付けされてるけど、この濃さを味わいに来てるしね。だからお酒のお供に最適。仕事終わりに活気づくのもうなずける。ウェットティッシュかなと思ってた入れ物の中にはビニール手袋。豚足屋さんでは欠かせない装備品。先に準備してたらと後悔しても後の祭り。こうなっても生きていく方法はいくらでもある。ほらね。つけた瞬間人は本気モードに入る。もう止まらない。止まれない。止まる必要もない。皮を剥いでいくためだけに全神経を集中させる。出ましたブイブイ。もう手ではない前足。この勢いのままヤンニョム豚足も辛さを覚悟して口に運んでいく。大丈夫。俺には講演会がついてる。ケランチン。そしてまだまだヤンニョムコラーゲン。パクパクかじる。調子乗ってここまで来たんやけど。ちょっと待って。プレーン豚足もヤンニョム豚足もグラスを呼んでてんけど、一本って決めてるからな。配分が完全に狂ってもうた。もうこれしか残ってないのに2本目は罪悪感があるし、とりあえず必殺技でも見せてこの状況を乗り切ろう。2滴3滴で我慢。このヒリヒリする刺激がどうしようもなく癖になる。普通の豚足だけやとどうしても単調で油っぽくなってしまう。ケランチンもそこが見えてきた。避難後すぐさまヤンニョム。ラストスパートでもやしスープで和らげる。そして再び定位置に。かじった後に骨は戻っていったけど、シャツは白いままで清廉潔白。
アルコールというのは味の句読点。でもまっちゃんのためにちょこっとだけ含む句読点やで。辛いのを好きな人はハマる味。俺は半分体が溶けかけてるけど、ヒーヒー言いながら頭も冴えて体は軽くなった。最後残ったこの骨。文明の力を脱ぎ捨て野生へ戻るとき。たまらん。骨の周りの肉が一番うまいというのは人類永遠の真理。カメラ引いてみたらこんな感じで食べてんねや。ってちょっと自分で引き気味やけど、骨の肉にしゃぶりついていく。トロフィー獲得。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。今日はだいぶ計算狂った。だから最後の一滴まで。気づけば空いてたテーブルも埋まり出してる。そんな中で俺は最後の一杯を浴びていく。完全にこのテーブルの勝者になった。恥ずかしいからやめろや。あ、浮かれてて目に入ってなかった。最後はこのキムチをこの肉の上に。名残惜しさというのはいつも脇役の姿を借りてやってくる。こういうの入れちゃうとこっちが物足りんのよね。ポチッ。あかんで。理性保てよ。よくできました。花丸。三輪駅から徒歩10分ほどで行けるこの辺では超有名な豚足屋さん。プルプル溶ける豚足と辛めのヤンニョム。この交互作戦が正義。いやー、大満足やー。店を出てすぐ、天気がどれだけ寒くなったって、俺は防寒具よりも酒を飲む。言ってることはわかるけど、暑い時はどうしたらええの？それでも酒を飲めって言いたそうやけど。30センチの安全距離を保つ。暑いと安全距離保った方がええけど30センチしかない普通に。なんて思いながら、今日の食物語はこれでおしまい。チャイボーすんだー。